おい、米田、飲み会なんだから、お前が盛り上げろよ。え、えっと、おいおい、下っ端のくせに宴会芸の一つもできないのかよ。すみません。今日も俺は参加したくもない飲み会に無理やり連れてこられていた。先輩社員の白井はいつもこうやって無茶ぶりしては俺のことを笑い物にしていた。だから会社の飲み会は苦痛で一刻も早く帰りたいと思っていた。しかも米田が選ぶ店って本当にパッとしないよな。お前と一緒で。白井は店選びや予約をいつも俺に押し付けるくせに、選んだ店にはいちいちイチャモンをつける。それなら自分で決めればいいのに。心の中ではそう思っていたが、口に出そうものなら次の日から風当たりが強くなるだけだから、口が裂けても言えなかった。俺は米田。入社して3年目の気弱なサラリーマンだ。もともと内向的な性格で、みんなとワイワイやるようなタイプではないけど、輪は乱さないようにする人畜無害なタイプの人間だ。会社では仕事のことで悩むことはないものの、人間関係がかなりストレスになっていた。白井は俺の部署の先輩社員で、本人が言うには俺のことを可愛がっているらしい。俺からしたらストレスにしか感じないのだけど。米田のことは社会人として育ててやってるんだよ。なんて言っては仕事や雑用を押し付けてくるんだ。それも仕事なら俺の方が後輩だからまだ許せるんだが、飲み会に強制参加させられたり、休日に運転要員で遊びに誘われるのは本当に嫌だった。次の日曜日、海行こうぜ、海。みんな誘ってさ。すみません、白井さん、日曜はちょっと。なんだよ、会社の同僚との付き合いも大事だろ。仕事を円滑に進めるためにも必要なんだよ。先約があるんです。お前が迎えに来るのを待ってるからな。もし来なかったら、わかってるよな。こんな感じで、俺の都合はお構いなしで、さっさと他の人にも声をかけて断れないようにするのが白井のやり方だった。俺が行かないとみんなに迷惑がかかると思うと、俺ははっきりと拒否することができなかったんだ。しかも白井は上司の前では熱心に指導する先輩を装っていた。東堂の課長、これ早めに終わったのでまとめました。さすが白井くんは仕事が早いな。おい、米田くん、君も白井くんを見習わないといけないぞ。はあ。米田はちょっとどんくさくて、でも俺がしっかり指導しますから安心してください。おう、頼むよ白井くん。俺にとってこんなやりとりは茶番でしかない。直属の上司であるトドの課長は事なかれ主義で、俺が白井から可愛がりを受けていることに気づいているのかわからなかった。もし気づいていたとしても何かしてくれるとは思えないけど。白井はいつも仕事の美味しいところだけ持っていく。さっきの仕事だって自分の仕事なのに俺に押し付けたから早く終わったのだし、なんならわかりやすいようにまとめたのも俺だ。だから白井は仕事の評価も高く、俺は仕事が遅いどんくさい社員というわけだった。米田、今日はジムに行くから定時で上がるわ。あとよろしく。あとってこれ全部ですか？俺とお前の仕事なんだから、俺ができないときはお前がやるに決まってるだろ。この量は一人じゃ終わらないですよ。それを終わらせるのがお前の仕事なの。それくらいいい加減分かれって。白井はバカにしたように言い、ある案件の資料を俺の机に置いた。周りにいる他の社員はというと、
白井を咎めるどころか、クスクス笑って見ているだけだった。そう、俺には味方が一人もいなかったんだ。こんな会社、早く辞めたいと思っていたけど、状況に反対していた両親を押し切って就職した手前、たった3年で辞めるわけにもいかなかった。だから、白井に何を言われてもヘラヘラ笑いながら懸命に耐えていたんだ。そんなある日、俺はトドの課長に呼ばれた。米田くんも3年目だし、少し大きい案件を任せようと思うが、どうだ？ありがとうございます。ぜひやらせてください。今までは白井くんと組んでやってもらうことが多かったが、そろそろ一人でもできるだろう。もし困ったことがあれば、白井くんに相談してみるといい。はい、承知しました。むしろ白井と組まずに一人でやる方がうまくいきそうだと思った。初めから一人でやると決まっていれば、自分でスケジュールを決められるし、白井の無茶ぶりでペースを乱されることはない。俺は初めて一人で担当する案件にワクワクしていた。人間関係は最低の職場だけど、仕事内容は決して嫌いなものではなかったから。そして次の日から俺はその案件のために奔走していた。白井に仕事や雑用を押し付けられていたことが逆に良かったのか、俺は一人で担当するのが初めての割にはあまり困ることもなくスムーズに進めることができた。白井は課長から俺が案件を任されたことを聞いたようで、面白くなさそうな顔をして案の定邪魔をしてきたんだ。順調そうじゃん、米田。はい。頑張ってる米田を飲みに連れて行ってやるよ。特別に俺が店を選んどいてやったから。すみません。明日は先方と午前中に打ち合わせがあって。肩に力が入りすぎだって。ちょっと飲んでリラックスしろよ。じゃ、7時にこの店な。白井はそう言って強引に俺を誘ってきた。すぐにお店の場所がメッセージで送られてきて、俺は断れなかった。明日は先方と打ち合わせがあったから準備もしっかりしたかったし、深酒もしたくなかった。幸い資料などはもう用意をしていたので、あまり遅くならないうちに帰ろうと思い、仕事が終わった後に指定された店に向かった。すみません、遅くなりました。おいおい、先輩を待たせるなんていい度胸だな。課長の承認が必要な書類があったものですから。まあいいわ。とりあえず飲めよ。そう言って白井が注いできたのは、匂いからして明らかにアルコール度数の高そうな液体だった。白井さん、これって。水だよ、水。白井の言葉にその場にいる白井の同期社員たちも笑い声を上げた。俺はあまり酒が強くないし、よくわからない液体を飲むのも躊躇していると。なんだよ米田、先輩の言うことが聞けないのか。いえ、でも。ちょっと案件任されたからって調子に乗ってんじゃないのか。そんなことありません。じゃあ早く飲めよ。白井はニヤニヤしながら俺が飲むのを待っていた。もし飲まなかったらこの後も無茶ぶりされたり絡まれたりしそうだったから、俺は観念してグラスを傾けた。それを飲み込んだ途端、喉がカーッと焼けるように熱くなって俺はむせ込んでしまった。米田にはちょっと刺激が強すぎたかな。むせている俺を見て白井たちは爆笑していた。本当にたちが悪すぎる。俺は涙目になりながら水を飲み干した。白井の子供じみたやり方に俺の我慢もとうとう限界が来た。明日は大事な打ち合わせなので、やっぱりもう失礼します。なんだよ、もう帰るなんてありえないだろ。すみません、失礼します。俺は引き止めようとする白井を振り切り、走って店を出て行った。
俺が来る前からだいぶ出来上がっていた白井たちはきっと追ってこられないだろう。俺はそのまま早足で駅に向かったんだ。よくもまああんなことができるなと怒りと呆れる気持ちでいっぱいだったけど、なんとか気持ちを切り替えて明日に備えようと俺は心を落ち着かせた。次の日、打ち合わせは滞りなく終わり、俺は会社に戻った。白井は何か言いたげな顔をしていたが、それからしばらくは俺も案件で忙しく、白井がちょっかいを出してくることはなかった。妨害するようなことをして案件がうまくいかなかったら、自分もとばっちりを受けると思ったのかもしれない。俺は仕事に集中できる環境をありがたく思いながら案件に取り組んだ。その結果、案件はスムーズに進み、無事成功に終わった。米田君、先方からもお褒めの言葉をいただいたよ。若いのにしっかりしていて安心して任せられたって。ありがとうございます、ドドの課長。次もぜひ米田君に担当してほしいって言われちゃってね。俺は初めて課長にそんな風に褒められて驚いた。会社の中では白井のせいで散々な評価だけど、ちゃんと見てくれる人がいるんだと嬉しくなったよ。課長があまりに俺のことを褒めるので、周りの社員も俺に注目していて恥ずかしかった。すると近くにいた白井がいきなり、よかったなあ、米田。俺のアドバイスが役に立ったって言ってたもんな。と俺の肩を抱きながら言ってきたんだ。は？白井にこの件で何か聞いたりアドバイスをもらったことはない。別の仕事を押し付けられて邪魔はされたけど、白井が何か役に立つことをしてくれたことはないから、そんなこと言うはずがなかった。でも何も言えずに黙っていると、そうかそうか、やっぱり白井くんが手伝ってくれていたか。当たり前ですよ。じゃないと米田一人でこんな案件、ちょっと荷が重すぎますって。いつも米田くんの面倒を見てくれて助かるよ、白井くん。おいおい、米田、仕事が成功したのは俺も嬉しいけど、まるで自分一人がやったみたいにするのは良くないと思うぞ。気持ちはわからなくもないがな。これじゃあ、まるで俺が白井に助けてもらったのに恩知らずみたいじゃないか。俺は白井の汚いやり方に怒りがこみ上げてきた。でも会社の中の評価はあくまで白井が上で、俺はどんくさい後輩社員。ここで反論したって誰も信じてくれないだろう。俺は唇をぎゅっと噛みしめてその場に耐えた。そんなことがあった後、もっと嫌なイベントが会社で待ち受けていた。それは慰安旅行だった。それは会社全員では多すぎるので、部署単位で行くことになっていたんだ。何が悲しくて白井たちと旅行に行かなきゃいけないのか。どうせまた無茶ぶりされるに決まっている。俺は憂鬱な気持ちでいっぱいだった。今年は北陸で美味しい海鮮を食べようと思うんだが、どうだ？いいですね。そうしましょう。じゃあ誰かに幹事をやってほしいんだが。はい、俺に任せてください。俺と米田でやりますよ。え？米田、こういうのは下っ端のお前が手を挙げないとダメだろう。まあ、俺も一緒にやってやるから心配するな。じゃあ頼んだよ、白井くん、米田くん。はい。行きたくもない慰安旅行で、しかも幹事なんて、本当に最低の気分だった。それに最初から白井は俺に全部押し付ける気満々だったんだ。そういえばお前北陸出身じゃなかったっけ？はい、そうですが。じゃあ旅館とか観光場所にも詳しいよな。お前に任せるわ。え？そんな。今はシーズンだから早くしないと予約も取れなくなるんじゃね。急いだ方がいいぞ。じゃあ候補を出しますから、その中で。
いいって、米田に全部任せたわ。慰安旅行はもう日程と予算が決まっている。今回はそれが3連休だったものだから、うちの部署だけとはいえ、かなりの人数を予約するのはかなり難しいことは分かっていた。俺はまさか丸投げされるとは思わず頭を抱えた。さすがに航空券だけは俺が予約しとくわ。じゃないと丸投げされたとか言われるかもしれないしな。航空券だけでも白井が予約してくれるのは助かったけど、逆に不気味な感じがした。でもそんなことを気にしている暇もなく、俺はめぼしい旅館に電話をかけたけど、3連休にこれだけの人数を受け入れてくれるところはなかった。旅行先が地元ということもあって、いまいちな旅館とかは知っていたから、そういうところはなるべく避けたかった。そこで俺は少し戸惑いながらも、ある旅館に電話をしたんだ。そして慰安旅行当日、空港に集合した俺たちに白井が予約した航空券を配っていた。最後に白井は俺のところに来ると、あれ、おかしいな、とニヤニヤしながら言い出した。俺はその顔に嫌な予感がしたんだ。どうしたんだ、白井くん。いえ、ちょっと待ってください。ああ、どうしよう。米田の航空券を買い忘れてしまったみたいです。白井はわざとらしく頭を抱えていたが、口元は笑っていた。白井くんがこんなミスをするなんて珍しいじゃないか。本当に俺としたことが米田みたいなミスをしてしまって。その言葉に周りにいた社員がみんな爆笑したんだ。俺はあまりの扱いに静かに切れた。航空券がないんじゃしょうがないですね。帰ります。ごめんって、米田。今からでも次の便とか空いてるかもよ。結構です。トドの課長や白井がいろいろ言っていたが、俺はそのまま振り返らずに空港を後にした。そしてある場所に電話をかけたんだ。そしてその日の夕方、俺のスマホに米田から何回も着信があった。無視してやろうと思ったが、あまりにかけてくるので10回目で出てやった。おい、どうなってんだよ。早く電話に出ろよ。何がですか？何がですかじゃねえよ。旅館の女将が俺たちを止めないって言うんだよ。どういうことだよ。へえ、そうなんですか。お前が予約した旅館だろ。何なんだよ。その旅館、僕の幼なじみの旅館なんですよ。はあ？幼なじみのお姉さんが去年から女将になっているんです。3連休だし大人数だけど、幼なじみのよしみで無理を聞いてもらったんです。じゃあその女将に何とか言ってくれよ。米田がいないなら利用できないって言うんだよ。僕が頼んだから予約を受けてくれましたけど、僕がいないのに予約を受ける理由はありませんからね。僕の航空券を買い忘れた白井さんの落ち度ですよ。お前、こんなことして。白井はまだいろいろ言おうとしていたけど、俺は電話をガチャ切りして電源をオフにした。そう、予約した旅館は俺の幼なじみの家が経営している旅館だ。俺は行けなくなったと電話したところ、もしかして前に聞いた白井って人のせい？まあ、そんな人たちはあんた抜きで止められないよ。そうしてもいい？大人数だし、キャンセルしたら住野さんに迷惑がかかるだろう。うちは当日予約するお客さんもいるし、なんとでもなるから大丈夫。と、そんな奴らは止めないと言ってくれたんだ。この3連休だし、他に飛び込みで泊まることも難しいだろう。しかも、明日も俺がスケジュールを組んでいるから、果たして米田がちゃんと案内できるかどうか。まあ、知ったこっちゃないが。そう思って
俺は3連休を家でのんびり過ごした。そして月曜日、何か言われたり責められたりしたら、そのまま会社を辞めればいいやという気持ちで出社すると、なんだかいつもと空気が違った。おお、米田くん、本当にすまなかった。え？慰安旅行も航空券以外は君がすべて手配してくれていたそうじゃないか。そうとは知らずに。聞けば旅館に泊まるのを拒否され、3連休でどこも旅館やホテルは満室。かろうじてビジネスホテルなどに散り散りになって泊まったという。次の日の観光も白井は全く段取りを理解しておらず大変だったそうだ。手のひらを返したかのような課長の態度はあまり気持ちのいいものではなかったけど、白井の本性が暴かれてよかったと思った。しかもそれは慰安旅行だけにとどまらなかった。白井への周りの見方が変わったことで、白井に飲み会を強制されたり、仕事を押し付けられていた他の後輩が人事に相談し、そこから芋づる式に今まで白井がしてきたことが明らかになった。俺も人事から聞き取りがあり、今まで白井にされたことを洗いざらい話した。その結果、白井は謹慎処分となり、そのまま退職して、今はどこで何をしているかわからない。そしてトドの課長も監督責任を問われて関連会社に出向となったんだ。俺は新しい部署に異動になり、そこでは正当な評価をしてもらっている。白井のような先輩がいなくなって、今は初めて仕事が楽しいと思えるようになった。